はい、今回は横にとても長いモニター、スーパーウルトラワイドディスプレイについて話をしたいと思います。ウルトラワイドよりもさらに横に長いのがスーパーウルトラワイド。横に長くなるほどに表示領域が増えるわけで、ゲームや映画の迫力が増したり、作業効率が向上したりもするって話。ただ、横に長いってのが良いことばかりではないのはご想像の通り。横長すぎる画面は向いてないゲームも多く、使い方を誤れば作業効率も落ちてしまう。すべての用途に適しているかといえば、そんなことはないのです。かくいう私は大画面ワイド、ウルトラワイド、スーパーウルトラワイドと使ってきたのですが、これら大画面のディスプレイって従来のマルチディスプレイとも全くの別物なんですよね。その中、私が現在メインで使っているのがこのスーパーウルトラワイドという気持ち悪いサイズ。まあ見た目からしてちょっと普通ではないし、癖があるのは間違いない。使う人を選ぶディスプレイ。というよりもどちらかというと勘違いしやすいディスプレイなんじゃないかなと。というわけで今回はこのスーパーウルトラワイドディスプレイの具体的なメリットデメリットについてここにまとめておきたいと思います。はい、それではまずスーパーウルトラワイドディスプレイって何なのかって話からしたいと思います。なんとなく大画面ディスプレイってくくりでどれも似たようなものとしてうっかり混同しがちなんですけれども、これをしっかり理解してないとスーパーウルトラワイドで失敗してしまいます。昔のディスプレイってアスペクト比4対3だったんですけれども、現在は少し横長のアスペクト比16対9のワイドモニターが主流となってるんですよね。で、この16対9のワイドモニターをさらに横長にしたのがアスペクト比21対9のウルトラワイドモニターであり、さらに横長にしたのがアスペクト比32対9のスーパーウルトラワイドモニターというものなのです。パソコンのモニターって年々ワイド化が進んでおり、スタンダード、ワイド、ウルトラワイドと徐々に横長のディスプレイがシェアを占めるようになってるってこと。横に長くなれば端の方が見えづらくなるよねってことで、ディスプレイが湾曲していることも当たり前。湾曲ディスプレイイコールウルトラワイドと言っても過言ではないでしょう。で、このウルトラワイドとスーパーウルトラワイドの違いは、アスペクト比21対9か32対9かで区別されているのですけれど、解像度やサイズは一律ではないのが非常に厄介なのです。同じスーパーウルトラワイドでも製品ごとにサイズや解像度も異なっており、ディスプレイ選びではこのサイズと解像度のバランスが最も重要だということも忘れてはいけません。前提として知っておくべきなのが、ウルトラワイドやスーパーウルトラワイドは、従来のフル HD、WQHD、4K ディスプレイを横方向に伸ばしただけのディスプレイだってこと。16対9のディスプレイの縦の解像度は変わらないまま、横方向の解像度を増やしているだけなのです。例えばウルトラワイドにはフル HD を横に伸ばしたウルトラワイドフル HD や WQHD を横に伸ばしたウルトラワイドクワッド HD もあるのですが、現在16対9で 4K ディスプレイを使っている人がこれらのディスプレイに買い替えてしまうと、画面サイズは大きくなっているのに作業領域は減少するので使い勝手が悪くなったりもするのです。そもそも解像度が低いディスプレイを大画面で使う意味はないし、40インチを超えるサイズでは 4K 未満の解像度を選ぶべきでもありません。よって、ウルトラワイドやスーパーウルトラワイドでは 4K よりも高解像度のモニターを使うべきなのです。というわけで、大画面のウルトラワイドでは40インチ 5K2K に絞られるし、スーパーウルトラワイドでも49インチ 5K 解像度一択となる。現在販売されているディスプレイでは、ほぼこの2つのパターンに限られると思っています。で、この2つのディスプレイも似ているようで全く異なるディスプレイだということ。21対9のウルトラワイド40インチ 5K2K は16対9の32インチ 4K を横に約 1.33 倍伸ばしたディスプレイであり、実寸の高さも従来の32インチ 4K とほとんど変わりません。16対9の32インチの高さは約40センチであり、21対9の40インチの高さも約40センチですからね。そしてスーパーウルトラワイドは16対9の27インチ WQHD を横に2倍伸ばしたものが32対9の 5K49 インチなのです。16対9の27インチの高さは約34センチであり、32対9の49インチの高さも約34センチですからね。よって40インチの 5K2K ウルトラワイドは32インチの 4K ディスプレイがベースであり、49インチの 5K スーパーウルトラワイドは27インチの WQHD ディスプレイがベースだということ。27インチの WQHD をそのまま2枚並べていると理解しておくとイメージしやすいし、だからこそデュアル WQHD とも呼ばれているのです。
というわけで、ここからはこの49インチの解像度 5120×1440 が前提で、スーパーウルトラワイドがどうなのかって話となります。参考までに私が使っているディスプレイは49インチでリフレッシュレート 120Hz まで対応しているイノくんのコスパ最強ディスプレイ 49C1R です。こちら提供品を使用しておりますが、控えめに言っても格安で質も高いと感じておりますので、その使用感が少しでも伝われば良いかなと。概要欄には目次も作ってありますので、ごちゃごちゃうるせえなってところはすっ飛ばして、お好きなところから見ていっていただけると幸いです。それでは行ってみましょい。はい、それではスーパーウルトラワイドのメリットから話していきたいと思います。この超横に長いディスプレイ最大のメリットは超ワイドディスプレイとして使えるってことではなく、一つの画面でマルチディスプレイのように使えるってこと。デュアルディスプレイやトリプルディスプレイのようにも使えるし、好きなようにウィンドウを並べることもできるのです。もちろん中央のスペースで済むなら無理して並べることはないし、こういった選択ができることが素晴らしいってこと。この大画面を見たら、まず一般的に想像するのは超ワイドに表示して使うことだと思います。ひたすらに長く情報を並べられる。Excel や動画編集のタイムラインとか、これだけの情報量を一発表示できるって圧巻ですよね。ただ勘違いしてはいけないのは、横長に表示できるからといって、端から端まで見て作業するわけではないのです。全画面で表示したり、横長に2枚並べて使ったり、これらの使い方を真に受けて使っていたら、首や目を破壊しますので気をつけて。一括表示したい時に表示できるってのは確かに便利なのですが、これは使いたい時に使えたら便利だよねって話。実際のところ、この超横に長いディスプレイを超ワイドで使うのはたまにのたまにくらい。私が日常的に使うのは中央部分だけであり、中央で作業するときに左右に情報を広げておけるのが便利なのです。私はこの49インチのデュアル WQHD ってサイズは3分割して使うことが最も有効的な使い方だと思っています。WQHD が2枚分の解像度と言いましたが、3分割する場合は 1700×1440 が3枚分の解像度となるのですよね。1枚あたり 20.57 インチほど、実数にすると横が約40センチ、縦が約34センチというサイズ。これは4対3の21インチディスプレイを上にちょっと引っ張ってより正方形に近づけたような解像度。昔のスクエアモニター5対4の SXGA や4対3のウルトラ XGA を使っていた人なら、この解像度の使いやすさは分かっていただけるんじゃないかなと。現代のパソコン向けのウェブサイトって横幅1200ピクセル前後が一般的であり、最大でも1400ピクセルくらいで設計されることが多いのですよね。昔のスクエアモニターにも適用しつつ、16対9のワイドでも余白を入れてこれがちょうど良いサイズ。というわけで 1700×1440 という解像度で表示できることにより、ほとんどのウェブサイトで表示が崩れず、しかも3つも同時に表示できるわけ。こんなにぴったりかつ無駄なスペースもなく、表示効率よく使えるディスプレイは他にないのです。現在では Web ブラウザだけで完結する作業も非常に多いですからね。アプリケーションもクラウドベースで処理するものばかり。Notion、Canva、スプレッドシート、チャット GPT とか、ウェブブラウザに最適化することで作業もはかどりまくるわけです。エンタメ含め万能に使うなら16対9のワイドなのですけど、作業で使うならスクエアの方が使いやすい場面は多いのですよね。16対9のコンテンツを作るためには16対9を表示しながら作業する場所が必要だし、文章もウェブブラウザも下に続いていくもの、スマホも縦長、スクエアの方が使いやすいことが多いのです。私のもう一方のデスクはスクエアトリプルですからね。こちらは LG の SDQHD27.6 インチ。縦に WQHD を積み上げた解像度であり、まさにスーパーウルトラワイドとは対極のディスプレイ。ドキュメントワークでは最高だと思ってるんですけど、やっぱり横長の作業には向いてないですからね。スーパーウルトラワイドってこういったトリプルモニターと違ってディスプレイ単位の区切りがないのも良いのです。3分割ではなく中央にワイドを置いて左右を縦長で使っても良いですし、ベゼルがないから視点の移動も少なくて済む。やりたい作業に合わせてディスプレイ比率を変えられるってのが素晴らしいのです。ウルトラワイドも使ってたんですけど、中央を使ってると左右が足りないと感じることが多かったんですよね。かといって左右に2画面を追加しても使いづらいのはご想像の通り。実際にディスプレイを並べたものとは別物だってこと。この辺のところは物理デスクで考えると分かりやすいですよね。小さいデスクを複数用意するよりも大きなデスク1枚の方が使いやすい。デコボコした場所では作業できないし、デコボコしてる場所には物も置けないですからね。
ちなみに大画面のディスプレイを使うなら、画面分割アプリは必須となります。Windows には無料のツールセット PowerToys の中に Windows マネージャーのファンシーゾーンがありますし、Mac にもマグネットという優れた画面分割アプリもある。マグネットは有料だけど大した金額でもないし、一回買ってしまえば永遠に使えます。ウィンドウを自由自在にカスタマイズできるようになり、一発で配置できるってものすごい便利。日々の余計な手間も省いてくれるから、大画面でなくても使った方が良いと思うのでした。はい、続いてのメリット。スーパーウルトラワイドはマルチディスプレイに比べてだいぶ小スペースであり、デスクもスッキリするようになります。スーパーウルトラワイドディスプレイって USB-C ディスプレイオルトモードやパワーデリバリーに対応した USB を搭載したモデルが多く、ディスプレイに USB ハブ機能が備わっているものも多いのですよね。これによりディスプレイだけでなく周辺機器のケーブルやアダプタも大幅に少なくできるのです。例えば MacBook にケーブルを1本挿すだけでとても広い作業領域が手に入るし、しかも Mac に充電もできて USB ポートも増やせてしまう。ディスプレイ設置してケーブル1本挿すだけで作業 PC としての環境が過不足なく仕上がるってのが素晴らしいのです。ディスプレイ1枚なので設置場所も小スペースになり、必要なケーブルも出力ケーブルと電源コードのみ。ケーブルが減るだけで勝手に見た目も美しくなるし、電源も1本ならコンセントも少なくて良い。電源タップも減らせるわけです。ディスプレイの電源やドッキングステーションのアダプターって異常なほどでかいものが多いので、これが減らせるってのはケーブルを減らせる以上の価値もあるのですよね。私が使っているイノくんのディスプレイ 49C1R では電源アダプターも内蔵しているのも素晴らしい。電源アダプターを置く場所も考えなくて良いのです。あと、従来のマルチディスプレイだとどうしてもモニターアームが必要となってくるのですけど、ディスプレイが1枚ならアームなくても調整しやすいし、アームをつけるにせよアーム1本用意すれば良いのです。スーパーウルトラワイドを検討するって時点でもう間違いなくちょっと普通の人ではないと思ってますし、そういった方は間違いなく配線の苦労もしてきてるはずなんですよね。ケーブルが減るだけでディスプレイ周りのコストが抑えられるってのはもう言うまでもないでしょう。さらに複数の PC を使いたいっていう変態の人ですと、接続するケーブルは倍々に増えていきますからね。私は Windows と Mac を併用している都合、マルチディスプレイにすると配線が鬼のように大変なんです。トリプルディスプレイで映像3本、電源3本の合計6本のケーブルが、2台の PC になると映像ケーブルがさらに3本増えて合計9本となる。これがスーパーウルトラワイド1枚なら映像2本、電源1本の3本のケーブルで済むようになってしまうのです。そして5画面以上のディスプレイってなると、そもそも出力端子の限界があり、なかなかハードルが上がってしまうんですけど、スーパーウルトラワイド2枚なら難なく出力できてしまいますからね。3画面では物足りない人、6画面ディスプレイ並みの作業領域が欲しい人にもうってつけ。モニターアームも上下2本の2つで済むっていうのも良いのです。作業領域を増やすとなると、どうしてもディスプレイ単価だけで比較しがちなのですが、ディスプレイが増えるほどに設置する手間、設置するコストも増えるということ。スーパーウルトラワイドにすることでディスプレイを並べるコストもだいぶ抑えられるなと感じました。はい、続いてのメリット。49インチで Dual WQHD という解像度は、等倍表示で細かすぎず、大きすぎず、使い勝手が非常に良いです。繰り返しますが、スーパーウルトラワイドは27インチの WQHD を横に伸ばしただけのディスプレイ。画素密度も27インチの WQHD と大差ないわけで、この解像感が非常に使いやすいのです。人間が認識できる解像度には限界があるから、高精細すぎても意味がないってこと。先ほどディスプレイ選びで最重要なのが、ディスプレイサイズと解像度のバランスと言いましたが、このバランスを把握する上で指標となるのが画素密度 PPI という数値。私は24インチのフル HD、27インチの WQHD あたりが 100% スケーリングで最も文字が見やすいと感じているのですけど、このちょうど良いバランスが画素密度では 100ppi 前後となるのですよね。PPI ってピクセルパーインチの略。1インチあたりに表示されるピクセル数を表す単位。この数値が大きくなるほど高精細となり、文字も細かくなっていきます。例えば 4K32 インチってディスプレイを使ってる人は多いと思うのですけど、これをドットバイドットの 4K 等倍表示で使えるかといえば、スケーリングで拡大表示している人が多いはず。この 4K32 インチを 125% スケーリングで使うと 3072×1728 という解像度となり、これが PPI110 くらい。この PPI110 という数値が27インチの WQHD と同じくらいなのです。
で、40インチの 5K2K ウルトラワイドは 4K32 インチとほぼ同じ PPI。実際のところウルトラワイドでは倍率を上げて使う必要があり、125% で使えば解像度は 4096×1728 で PPI112 くらい。これを3分割すると解像度は 1365×1728 となってしまうので、1700×1440 が3枚分のスーパーウルトラワイドに比べて作業領域も狭くなってしまうのです。特に横幅が 1365 ピクセルってのも痛い。5K2K ウルトラワイドの 5120×2160 って3分割で 1700×2160 となるので一見すると使いやすそうだなって思うんですけれども、等倍表示で使えるかって言えばそんなことはなく、少なくとも目が老化しつつある私には難しいのです。拡大しなくてもちょうどよく使えるのがこの49インチスーパーウルトラワイドだってこと。ちなみに16対9でも大画面にすれば良いって思うのですけれども、16対9のまま大画面にしても縦が長くなりすぎて、これは使いづらいというよりも体を壊してしまうのですよね。例えば一昔前に多かった16対9で40インチや43インチのディスプレイ。16対9で43インチって 104ppi でちょうど良いのですけど、視界に入れるためには眼前距離も1メーター以上必要となるし、距離が遠くなれば 100ppi では見えづらくなってしまうのです。人間の視野って中央に行くほど解像度が高くなっており、はっきり認識できる中心の視野、有効視野は上下20度から30度、左右で30度から50度程度であり、上方向の視野は特に狭いということも気をつけなければなりません。そもそもデスクにディスプレイを置く都合、16対9の40インチディスプレイは高さ50センチを超えてしまうわけで、ディスプレイワークで使うのは無理があるのです。デスクに置くならディスプレイは視線より高い位置に置かない方が良い。視界は左右に広く上を見ることには弱いんで上を見続けたらぶっ壊れちゃうのです。かくいう私は16対9ディスプレイで40インチ、43インチ、50インチ、65インチと試してきたのですけど、デスクに置くって時点で無理があるのもお分かりになるかなと。だからこそウルトラワイドやスーパーウルトラワイドといった横だけ長いディスプレイが登場したのだとも思っています。はい、ここからはスーパーウルトラワイドのデメリットについて。このディスプレイはどう頑張ってもサイズが大きいので大きいデスクが前提となってしまいます。49インチのスーパーウルトラワイドは横幅120センチほど。これをデスクの上に置くなら最低でも120センチ以上のデスクが必要。付属のモニタースタンドも大きいのでデスクに置く行きもないと困るのです。左右にスピーカーを置く場合はさらに横幅も必要となるから、私は横幅150センチ、奥行き85センチのデスクではなくダイニングテーブルで使っているわけです。ダイニングテーブルの天板を再利用したスタンディングデスクですね。モニターアームがあれば多少のデスクサイズは融通が効くのですけど、ディスプレイだけ飛び出ているとよからぬものをぶつけるリスクもある。バカでかいモニターを支えるデスクが貧弱だと見た目が悪いですからね。先ほど小スペースだとも言っちゃいましたけども、これはあくまでマルチディスプレイと比べての話。シングルモニターで使っていた人がいきなりこのサイズに適用できるかって言ったら難しいとも思っています。デュアルディスプレイで物足りなくなった人やトリプルディスプレイから乗り換えるのが現実的。もともと3画面で使っていた人なら違和感もなく使えるんじゃないかなと。あと、大画面ディスプレイって設置も大変ですからね。ディスプレイが巨大なので、組み立て作業も2人でやった方が良いし、ディスプレイも湾曲しているので、一旦置いておきたいって時も神経使います。使わなくなって保管なり処分しようにも湾曲ディスプレイって困る。もともと入ってた箱があった方が良いんだけど、箱もバカでかいし、箱なんて私はすぐ捨てちゃいますからね。そして勘違いしてはいけないのが、マルチディスプレイや大画面ディスプレイって作業領域は増えますけど、作業効率が上がるかといえば一概には言えません。シングルでもデュアルでもトリプルでも基本的には中央で作業するというのは変わりませんからね。なるべく疲れないで作業したいなら、なるべく視点の動きも制限した方が良いのです。ディスプレイ1枚で作業スペースを増やしたいなら、ミッションコントロールや仮想デスクトップという機能もありますから。人間の視野は狭く、思った以上に首も弱く、眼球移動も多くなるほどに目も疲れてしまうのでした。はい、続いてのデメリット。32対9というアスペクト比は、ほとんどのゲームに向いていません。スーパーウルトラワイドってゲーミングモニターとして販売されているから勘違いしがちなのですけど、世の中のゲームは16対9に最適化されているものがほとんど。32対9という比率で楽しめるのはレースゲームとかフライトシミュレーターゲームといったごくごく一部のゲームで、
できたらちょっと楽しいよって話。例えば FPS なんかはウルトラワイドの時点でやりづらくなりますからね。横長に全画面表示ができるからといって、それで楽しめるかは別問題。視界が広くなってもメニューが四方に散らばったら逆にやりづらいのです。ネイティブで32対9に対応しているゲームも少なく、対応しているのは21対9のウルトラワイドまでってゲームも多い。まあ、ウルトラワイドならアクションゲームとか RPG とか情報が少ないゲームで楽しめるかなって程度の話なのです。クラウドゲーミングの GeForce Now も21対9までの対応ですからね。32対9のスーパーウルトラワイドディスプレイでは黒い幕がついちゃうことの方が多いのです。そもそも臨場感や没入感という点において横長であることは重要ではありません。65インチテレビや AR グラスや VR ゴーグルといった従来の16対9の比率のまま大画面表示できた方が迫力は増しますからね。Xbox クラウドゲーミングや GeForce Now もメタクエストで楽しめる時代。ゲームプレイに臨場感を求めるなら16対9のまま大画面にした方が良いのです。そしてスーパーウルトラワイドはゲームだけでなくドラマ視聴や映画鑑賞にも向いていません。映画作品のシネマスコープ、いわゆるシネスコは 2.39 対1で21対9のウルトラワイドに限りなく近い。海外ドラマもバラエティ番組も YouTube も16対9の配信が多く、最新の IMAX Enhanced も16対9に近い 1.9 対1ですからね。5120×1440 という解像度も縦の解像度が足りてないので 3840×2160 の 4K 動画も当倍で楽しむことはできないのです。ゲームを含め世の中のコンテンツは16対9が基準だということ。特にエンタメを重視するならスーパーウルトラワイドは避けた方が良いのでした。はい、続いてのデメリット。スーパーウルトラワイドディスプレイは縦の解像度が低いため縦方向の作業に限界があります。縦の作業って何なのかといえば主にテキストワークとかプログラミングとかウェブもスクロール表示が当たり前。スマホも縦長だしウェブデザインにおいても縦長モニターの方が扱いやすいと感じています。何度も繰り返しますがスーパーウルトラワイドは27インチの WQHD を横長に伸ばしたもの。縦方向に情報が多い作業だと縦が1440という解像度はちょっと物足りないことがあるのです。いくら頑張っても縦の解像度は増やすことができず、ワイドすぎるディスプレイゆえに縦設置という方法も取ることができません。まあ縦設置って縦が長すぎて横が足りなくなるから、だったらスクエアを使いたくなるんですよね。私はスーパーウルトラワイドも3分割してスクエアで使ってばかりですからね。よくある勘違いとして動画編集では横長が作業しやすいイメージがあると思うのですけど、縦長の方が作業しやすいパターンもあるのです。例えば動画編集ソフトではタイムライン、ビューアー、メディアブラウザという3つのエリアを表示して作業するのが一般的。この中で横長なのはタイムラインだけであり、これらを同時に表示して作業する場合は横長はむしろ使いづらいのです。3つ表示するとビューアーの縦が足りなくなるので、映像が小さくなってビューアーの脇に無駄なスペースも生まれがち。私はビューアーとタイムラインだけで作業することもあるので、こうなってくるとスクエアの方が無駄なく表示できるのですよね。メディアブラウザも一緒に開くなら別のディスプレイで表示を分けた方が広くも作業できたりもする。やっぱり作業することに特化するなら、昔も今もスクエアが使いやすいとも感じているのでした。はい、ここまで見ていただいた方は、スーパーウルトラワイドがちょっと癖があるディスプレイってのをお分かりいただいたかと思いますが、じゃあお前は実際どのように使ってるんだって話ですね。私の場合、ウィンドウを考えずに散らかすことも多いので、区切りない大画面ってのが何にせよ便利。適当に散らかしてもミッションコントロールで何とでもなるっていうのは先ほど申し上げた通り。まあマルチディスプレイとは違ってシームレスに作業できるので、下手なディスプレイを2、3枚用意して並べるよりは快適に作業できるっていうのは間違いないと思っています。ただゲームや映画といったエンタメ用途では16対9の 4K 表示に対応できないので、エンタメメインなら 4K、5K のウルトラワイドにするか、素直に16対9の 4K ワイドディスプレイにした方が良いんじゃないかなと。なんだかんだで万能なのが16対9のディスプレイだとも思っています。
というわけで私のデスクではエンタメ用に上にウルトラワイドも乗っけちゃってます。GeForce Now があれば高性能ゲームもミニ PC や Mac で起動できちゃうし、ディスプレイ2枚なので見た目ほどディスプレイの総重量も重くない。スタンディングディスクで全然問題なく昇降できるのです。もちろん上向いて見続けたら首やられますので、リクライニングしてゲームプレイしたり、モニター位置を下げたり、こういった試行錯誤もディスプレイが少ないからできることかなと。ディスプレイが多くなると微調整も面倒になりますからね。上のディスプレイでがっつり作業するってことはないのですが、いざという時に情報や素材を置いておけるってのも便利なのです。作業途中のものとか使ってるフォルダとか、広げて情報表示しておけるってだけでなく、一旦退避しておける場所があることで作業もはかどるという、作業してる途中で何やってたか忘れることも多くなった昨今、ウィンドウがどこに行ったか、広げたまま探す手間がないってのも良いのです。あと Mac では iPhone が表示できるようになったってのも大きい。iOS の作業までも Mac の中で完結できてしまうから、Mac で iPad をわざわざ操作する必要もなくなり、iPad を並べておくこともなくなりました。Mac を2台使うことで隣のマルチディスプレイを使うってことも可能。ユニバーサルコントロールってほんとすごいんですよね。あと、スーパーウルトラワイドって縦が短いから小さいモニターを上下に追加できるのも良い。縦の解像度が足らないなら、ディスプレイを追加すれば良いのです。例えば動画編集では横長のタイムラインをスーパーウルトラワイドで表示して、ビューアーを下のモニターで確認したり、iPad を拡張ディスプレイとして使っても良いし、ポータブルモニターでも良いでしょう。磁力で固定できるようにすれば、脱着も簡単、角度も自由自在。私の iPad はマグシールでなんちゃってマグセーフ化しているので、マグセーフアイテムで固定できる。専用のスマホスタンドもあるし、ミニ三脚を活用しても良いですね。ユーグリーンやレアフォトあたりが定番ですけど、余ってる三脚で適当にカスタマイズしても面白いかなと。作業領域が増えれば作業効率が上がるわけではない。と言いましたが、ここ数年で時代がまた大きく変わっているのですよね。作業内容も変わってるし、作業するのは私だけでもない。また別の理由で表示領域が必要になっているとも感じています。近年コンテンツは動画がメインとなっており、動画制作は作業領域が多く必要だということ。タイムライン全体が表示できることで気づくことも多い。目の前のことにとらわれていると見えないもの。俯瞰することでわかることもあるでしょう。そしてテレビ電話のミーティングも増えており、相手の顔が映ることで表示領域も足らなくなってしまう。話をしながら資料を見て、自分の顔をチェックしながらデータを探してリアルタイムでデータを送ったりもできた方が良いのです。何より今は AI の時代ですからね。私が作業している脇で AI に作業してもらう。誰かに相談しながら AI に相談したり、AI に相談しながらまた別の AI に相談したり。AI って処理するのに時間もかかるので、こっちで考えてもらってる時にこっちでも考えてもらったり、二人の友達に作業してもらいながら私が中央で処理するみたいなこともできるのです。自分がマルチタスクするというより、タスクをやってもらうために表示するスペースが必要ってこと。対話型の生成 AI って音声入力も使えるようになってるから、ほんと人と話をする感覚で作業が進んだりもする。文字を入力する手間がなくなれば文字を追う必要もなくなるし、口と耳で情報も取得できれば目の負担も減る。表情筋も鍛えられて一石二鳥。もやもやっとある何とも処理できない問題、話しているだけで解決することもあるのです。まあ気を使わずおしゃべりできるっていうのは楽しいし、適当な言葉で質問したところでそれも AI が修正して解釈してくれるのもすごいんですよね。私は人に言えるほど AI を活用しているわけではありませんが、チャット GPT、クロード、グロック、ジェミニ、コパイロットにパワープレキシティ、あとはディープシークとかですか？どれも無料で使えちゃう。しかもこれら AI の処理って私のパソコンではなくクラウドで全て処理してくれますからね。AI やゲームの処理のために高性能なパソコンは必要なくなっており、処理したものを表示できるディスプレイがあれば良い。ディスプレイにお金をかける価値も十分にあるとも思うのでした。はい、それでは最後にスーパーウルトラワイドディスプレイの選び方について。このニッチなサイズのディスプレイはあんまり作ってるメーカーも多くないってのはご想像の通り、そんなに選択肢もありません。選べるメーカーも限られるわけで、主要どころを見繕ってさっくりとスペック比較するとこんな感じ。
サムスン、LG、デルあたりが定番メーカーで、私が使っているのは新鋭ブランドのイノくんですね。最近ではゲーミングメーカーのギガバイト、MSI、ASUS もスーパーウルトラワイドに参入しており、これらのメーカーでは有機 EL パネルを採用しています。もちろん有機 EL パネルなんで高額、値段は20万円を超えてしまうし、32対9の比率でどうしてもゲームをやりたいって人以外は不要だと思っています。有機 EL は色域が広く色鮮やかに表示でき、応答速度も速いという利点があるのですが、作業で使うなら有機 EL じゃなくて良いし、少なくとも私なら定番の液晶モデルから選びたい。では、これらメーカーによる違いは何かというと、いずれもゲーミングディスプレイとして販売されているため、高リフレッシュレートというのは前提で、主な違いはパネルの違いに尽きるかなと思っています。IPS か VA パネルかの違いは、視野角やコントラスト、色味の正確性が異なると言われたりもしてますが、違いという違いはなくなってきているってのが私の感想です。少なくとも作業に支障が出るような違いはないと思ってるし、どちらも十分綺麗に見える時代。使用感に差が出るとすれば、接続端子のバリエーションになるんじゃないかなと。正直どれも大差ないし、どれでも良いのですけど、圧倒的に安いのは間違いなくイノくん。私が現在使っているのもイノくん 49C1R というモデルです。提供品を使わせていただいているので、話半分くらいに聞いてほしいのですが、話半分だとしてもコストパフォーマンスが高いと感じています。HDR400 で 120Hz 対応。USB-C1 本で映像を出力しつつ、パワーデリバリーにも対応。何より49インチウルトラワイドの 5K 解像度ですからね。これが価格10万円ほどで手に入るなら悪くない。これだけでトリプルディスプレイ並みの作業領域が作れるってロマンでしょう。イノくんの難点はアームの足がでかくて場所を取ること。あとは入出力端子が少なく、HDMI 端子は一つ。USB も USB2.0 であり、USB Type-C による給電も 90W ではなく 65W となっています。スピーカーもついてるけど、音質はお世辞にも良いとは言えないですからね。イノくんというメーカーはディスプレイパネルのコスパが高いことに尽きるわけで、それ以外の部分を求めてはダメかなと。逆を言えばモニターアームやスピーカー、あとはドッキングステーションとかも別で用意できれば最高でしょう。ベサマウント用のスペーサーも付属してるし、ディスプレイだけならギリ 10kg ぐらいなので、モニターアームでも固定できてしまいます。私はよく動かす都合、エルゴトロンの HX モデルを使ってますけど、これより重い LG の 5K2K ディスプレイは、エルゴトロンの LX モデルで固定してますからね。何にせよこれ以上格安なモニターを探すのは難しいわけで、現在最も手軽に買える49インチの 5K モニターとして試してみる価値は十分にあるとも思うのでした。はい、最後にまとめです。スーパーウルトラワイドディスプレイって横に長いから横に長く使いたくなるのだけど、横長に使ったら使いづらくなっちゃうことも多いってこと。使う画面が横に長くなっても、16対9という世の中の基準は変わらず、従来のディスプレイサイズと同じように使うのが基本なのです。中央メインで使うのも変わらず、これが一番疲れません。3分割すれば縦長のドキュメントも広げておけるし、ドキュメントワークに最適な解像度にもなる。3分割で狭いと思うなら、今まで通りワイドに使って左右を補助的に使っても良いのです。シームレスなトリプルディスプレイが手に入ると考えれば、その使い勝手の良さは想像しやすいんじゃないかなと。クリエイティブな仕事をするなら、やはり横長の方が使いやすいこともありますからね。自分のやりたい作業に合わせて柔軟に対応できるってこともスーパーウルトラワイドのメリットでしょう。昨今では AI を活用するのも避けられなくなってきていますので、自分がマルチタスクするためだけでなく AI のタスクを処理させておくためにも作業領域はあるに越したこともないと思っています。ただ 4K のエンタメコンテンツを楽しむなら、4K 解像度がすっぽり入る 5K2K ウルトラワイドの方が良いし、なんだかんだで万能なのはやはり一番普及している16対9の 4K ディスプレイでしょう。需要があるからバリエーションも豊富だし、このサイズのディスプレイなんて何個あっても良いですからね。個人的にはディスプレイってインテリアみたいなもの。私はこの異様な見た目に惹かれて欲しくなっちゃうんですよね。人とは違うアホみたいに長いディスプレイ。設置したいのだから、あとは自分が適用するしかない。何事も使いづらいのは最初だけ。27インチの WQHD 解像度があればできない作業なんてないとも思うのでした。というわけで今回はこの辺でおしまい。